パーソナルトレーナーのゆうじです。パーソナルトレーニングのお申し込み、お問い合わせは概要欄のメールからお願いします。とりあえず1回でも OK です。腹筋を割るには体脂肪率を1桁にしないと割れないというふうにはよく言われます。確かに体脂肪がなければ腹筋を隠すものがないので、割れた腹筋を見せるには必要なことではあるんですけれども、ただね、僕はね、それが全てではないとは思ってるんですね。もちろんね、例えばスポーツをしている中学生の場合、体脂肪が少ないというだけで、腹筋は割れてます。腹筋運動もそんなにやってないのに、ただただ体脂肪が少ないというだけで、腹筋が割れているというのが、中学生とか高校生のスポーツをしている子たちだと思うんですけれども、ただこれがですよ、当然のことながら50歳を過ぎると、そう簡単に体脂肪率を一桁にはできないわけですね。そんなに薄いお腹の体脂肪にはなれないわけですよね。そのお腹の体脂肪を 10% 以下にしようと思うと大変なわけです。僕は体脂肪率が一桁じゃなくても割ることはできるとは思っています。そこがね、大人の知恵だとは思ってますよ。もっと賢く緻密にやっていけば腹筋を割るということができるとは思っています。例えばね、ジェイソン・ステイサムっていう俳優いるじゃないですか。知ってる方も多いと思いますし、知らない方はね、ちょっとね、後で検索してもらいたいんですけど、ジェイソン・ステイサムで Google で検索すると、必ず上半身裸の写真が出てくると思います。それぐらい体がいい俳優ではあるんですけども、ただこのジェイソン・ステイサム、もちろんね、見た感じもそれなりの中年の人です。そしてね、体脂肪率がそこまでね、低いというわけではありません。ビシビシに絞ってるというわけではないのに、腹筋が割れてます。なんでと思うかもしれないんですけども、でもそれを実現しているのがジェイソン・ステイサムなんですね。彼みたいにね、体脂肪率が一桁じゃなくても腹筋を割るということは可能だということですね。ただね、その体脂肪率が 30% を超えてるとさすがに難しいと思いますので、なんとかね、20% 以下にできれば腹筋を割るということは実現可能なんじゃないかなと思います。先ほど言った中学生で腹筋が割れているというのは、体脂肪率が低いというのはあります。だから見える。だけれども腹筋をよく見てみると、腹筋の玉の一つ一つが小さいんですね。小さくて体も細いんですけども、体脂肪が少ないから見えているだけということなんですね。で、それが体脂肪率が 20% ぐらいであったとしても、腹筋の一つ一つの玉が大きければ、つまり筋繊維が太く発達して筋肉がついていれば溝が深くなって腹筋が割れて見えるということなんですね。それがジェイソン・ステイサムの腹筋ということです。僕自身も20代後半と50歳過ぎてからの腹筋の写真を見てみると、今の腹筋一つ一つが大きく立派にはね発達してきてるんですね。その方が腹筋がより割れて見えるというのが今現在の僕ではあるわけです。で、それをどうやって実現していくかというのは3つのポイントがあるんですけれども、その3つのポイントをちょっとね説明する前に今エクササイズの前提としてうつ伏せになってあるプランクありますよね。ああいった形で体を固定して筋肉は静止した状態、つまりアイソメトリックという状態ではその腹筋一つ一つの玉を大きくするということはできないので、基本的には腹直筋の縮んで伸びるというこの作用が必要なんですね。なのでプランクではなく基本的には腹筋を縮めて伸ばす、その方向のエクササイズをやらなければいけないということです。体脂肪率を 10% 以下にしないで腹筋を割る。そのための3つのポイントのうち、1つ目のポイントというのは、引き伸ばす腹筋運動をするということなんですね。これどういうことかというとですね、例えば、クランチという種目がありますね。クランチというこういう種目。もちろんこれを正しくやるというのは当たり前ですよ。お尻を上げて背中を上げることによって、腹直筋を縮める、伸ばす、縮める、伸ばす。これが、お尻が落ちた状態で下っ腹休憩している状態でもなく、お尻を上げて下腹部の力を使った状態、そして首の折り曲げでなく、背中を上げることによって、この胴体の折り曲げをしっかり使って腹直筋が縮んで伸びる。ということをやっていくというのは、このエクササイズとしては当然なんですけども、その中で引き伸ばすという効果を最大限に使う必要があるんですね。で、それが今こうやってベンチから肩甲骨をはみ出してやってる、このハイパークランチというものですけど、今肩甲骨の角がベンチの上から出てます。ギリギリ出てます。そしてここでクランチをやっていくんですが、クランチというのが、今ね、上げる方、お尻と背中を上げるということだけ言いましたが、下ろすのをどこまで下ろすかなんですよ。今こう下ろしてきた。これが水平です。水平なんですけども、引き伸ばし効果を使ってほしいので、水平よりも下に伸ばすぐらいのイメージでやってほしいんですよ。水平よりも背中のラインがね、背中のラインが水平よりも下に落ちる。それによってこの腹直筋の上の方が伸びるという、ここまで使って、ここから背中を上げて縮める。お尻は落ちないね。水平よりも下まで落ちることでしっかり引き伸ばしていく。で、息を吐いて縮めていく。息を吸いながらもこのお尻は上がったまま、お尻は上がってるけれども、上はずっと伸びていくところまでいく。引き伸ばしていって上げていく。と
という感じで、上半身の方は引き伸ばすようにかなり下まで、水平より下まで下ろしていくという腹筋をやっていくと、まずこの半分より上の腹直筋というのが引き伸ばされる効果によって発達してきます。一つ一つが大きくなってきます。これを利用する必要があるんですね。今は上半分だったんですけど、今度は下半分ですね。で、これは当然レッグレイズをやっていくべきなんですけど、レッグレイズはまずね、上半身は背中を回ります。ここからお尻を持ち上げるように上げてくると、膝は曲がらないですね。膝は曲がらないでここまで。自分のお尻が上がるところまでです。で、下ろした時に、ほぼ水平まで行く。ここ。今はもうベンチに僕の足が当たるか当たらないかのところまで行ってる。そこまで引き伸ばす。上半身は背中丸めたまま。下の方をギリギリいっぱいベンチにつく。ほんのちょっと手前まで下ろしているということ。ここまで引き伸ばして、さらにお尻を上げるように持ち上げてきて、ここまで伸ばしていく。ということです。これを半端にこの辺でやめないように、下まで下ろしていく。ただし休憩しないで続けていく。という感じで、あそこまで伸ばしていきます。ただ中にね、引き伸ばせばいいと思って、ちょっと違うやり方をする人もいるんですけれども、違うやり方っていうのはなんかね、このね、腰を下に出して、ベンチの上を持って、ちょっと今画面に入らないかもしれないけど、骨盤を落とした状態で、こういう風にする人いるんですけど、これはちょっと、腰が危ないです。非常に危ないです。ものすごく腹筋が強くて全然自信があるよっていうのだったらいいんですけど、一般的には今の感じでお尻が落ちるパターンでやっていくのは腰を怪我するリスクがすごく高いので、それはしない方がいいですね。そして引き伸ばし効果にはもう一段階上があります。今一つ目は上半分やりました。2番目に下半分やりました。それを両方やっていくということですね。で、それがこの肩甲骨を飛び出した形でやるダブルハイパークランチで、肩甲骨飛び出してますね。で、ここから胴体を折り曲げる形でクランチをしていく。レッグレイズをするような足を伸ばした形でやっていく。で、水平ギリギリまで落ちていくんだけども、上半身の方はまた水平よりもちょっと下まで降りる。かなり引き伸ばされています。かなり上半分引き伸ばされています。で、下もベンチに足をつけないけれども、ギリギリのところでグッと押さえています。この時に一生懸命全力で押さえます。なんとなくじゃないです。全力です。そしてここから縮めて息を吐く。薄く息を吸いながらも全力で押さえて、引き伸ばす、水平よりちょっと下。ここまで行って、縮める。引き伸ばして上も水平より下まで行って引き伸ばす。で、こういう感じで引き伸ばしを上も下もやっていく。という引き伸ばすダブルハイパークランチ。これはね、結構きついので、ちょっとね、レベルが上がってできるようになったらやってほしいというものなんですけど、そういった形で上だけでもない、下だけでもない、両方伸ばすというね、そういう効果を使いながらやっていくということで、引き伸ばすという効果を最大限に出しながらやっていく腹筋運動。これが腹直筋一つ一つを刺激して、筋繊維を太くすることができるんですね。その引き伸ばしというのは、胸のベンチプレス、ダンベルプレスでも、上半分だけやってれば発達しない。下半分の方でしっかり引き伸ばすから筋肉が発達するので、もうそれと同じなんですね。なので、そういう引き伸ばす方をしっかりやっていく腹筋運動をやってください。それから2つ目のポイントというのが高い強度ということですね。簡単に言うときついということなんですけども、このね、高い強度というのには2種類あるんですけども、1つは強い筋力を必要とする腹筋運動ということですね。さっきの引き伸ばすね、こういうハイパークランチをやっていっても、それが50回も60回も70回もできるようなのであれば、自分にとってはきつくないわけですね。きつくなければ筋繊維って太くならないですよ。だから上を引き伸ばすハイパークランチを紹介しましたが、それが楽だという人は、こっちのレッグレイズにレベルを上げていくべきだし、これも全然ね、20回、30回正しくやっても平気でできますよという人は、ダブルハイパークランチでの引き伸ばすというこっちをやっていく必要があるし、自分にとってきついな、大変だなというレベルのものをやっていく必要があるということですね。楽だったら筋繊維は太くならないということですね。それも胸と一緒ですよね。100キロベンチプレスができる人が30キロやっても発達しないですよね。その人は100キロ10回をやらなければいけないということです。それと同じです。なので自分にとってちょっときついというエクササイズを選ぶという、ここも大事になってきます。で、高い強度の2つ目というのは、ウエイトを持って負荷を上げるということですね。これは単純にこういうダンベルなどを持って負荷を上げていくということですね。ハイパークランチであれば、頭の後ろにダンベルを構える。これがね、頭の真後ろ、首の後ろでなくて、できるだけ頭のこの角に当てるような感じで持った方が一番ね、視点から遠くになりますよね。視点から近くよりも少しでも遠くの方がこの負荷は行きますので、頭の上の角に当てるようにします。そしてここでさっきのハイパークランチをやっていく。というふうに、これで負荷を上げていけば、強度は上がりますから、
こんな感じで、重さを上げていくということですね。でレッグレイズの場合には、同じく頭の後ろにダンベルを持つんですけども、上半身を丸めて、この状態で足を上げて下ろしていく。これ今、動かしてる方ね、これ足にダンベルを持ってるわけじゃないんですけども、頭の方にダンベルを持ってるんですけども、それでもこの上半身を引っ張る力が強くなってくるので、その分腹筋に強くね、力を入れなければ維持ができないので、これもね、ここに持っていたとしても、お腹がよりきつくなるパターンですね。そしてさらには同じようにダブルハイパークランチでも、これをやっていく。ダンベルを持って両方から引き上げて、足をギリギリまで下ろしながらも上半身をさらに水平より下まで下ろして、両方からやっていって、引き伸ばしてという感じでね、腰ができるさらにここで全力でやっていきます。はい。喋りながらダンベルを持ってさらに引き伸ばすと、僕もちょっといっぱいいっぱいになるぐらいきつい感じになるんですけども、そうやってね、強度を上げていくことができるということですね。なのであまり楽なものをやるんではなくて、正しくやっていく中できついなというエクササイズを選ぶ。あるいはウエイトで負荷を上げるということをね、やってみてください。そして3つ目のポイントというのは、回数は限界までということです。強度は高い方で、楽じゃない方でやってくださいと言いましたが、回数は限界までやってくださいという時に、このクランチを100回やりましたっていうんだと、これは腹直筋の筋繊維が発達してくるパターンではないんですね。これもこの胸と同じように考えてください。20キロを100回やっても大胸筋は発達しないんですよ。大胸筋の場合は10回か12回で限界くるような重さをやっていくことで発達してくるわけですね。で腹筋の場合はそれよりも少し回数多めで15回から20回で限界くるように設定をしてほしいんですね。それどういうふうに設定していくかというと、一つはさっきの種目選びですね。クランチを簡単にできる人はレッグレイズをやって15回から20回に限界くればそれでもいいんですけども、だから一つはエクササイズの選び方でその限界が15回から20回に来るように設定するということもできますね。で、それに付け加えて引き伸ばし効果でよりきつくなってくる効果を掛け合わせる。で、さらにはダンベルなどを持って荷重することでその回数もまた変わってきます。なのでエクササイズ選びと引き伸ばしと荷重すること、これらを掛け合わせて15回から20回で限界が来るようにやっていくということですね。10回未満しかできないようでは、これまたね、腹直筋の筋線は太くなってきません。あるいはスーパーセットで組み合わせることで15回から20回に回数の限界を持ってくるということもありますね。例えばね、背中を丸めたレッグレイズが10回が限界と言った場合に10回もギリギリだって言ったら膝を曲げて、ここからハイパークランチに入っていく。そうすると、おそらく7回から10回のどこかで限界を迎えて、きつい、上がらない、痛いっていう感じで終わると思うんですね。そういった感じで、レッグレイズとハイパークランチを組み合わせて15回から20回に限界が来るような、そういう組み方もできるということです。あとはね、セット数ですけども、セット数は少なくない方がいいですね。やはり腹筋を割りたいっていうんであれば、今言った3つの要素を全部やったとしても3セットというのでは、なかなかね、一つ一つの球が大きくなってこないです。何セットがいいかというのはトレーニング歴にもよるので、ちょっとね、一言では言えないんですけれども、トレーニング歴が長い人はセット数がより多くなってくると思いますけど、少なくとも5セット、あるいは6セットはやっていった方がいいと思います。今言った3つのポイントを合わせながら5セット、6セットでは簡単ではないです。結構きついと思います。だけども体脂肪を 10% に落とすことよりも全然簡単です。全然楽です。なのでその方法を取ることによって体脂肪率が 20% のちょっと下ぐらいでも腹筋の球を大きくすることによって割るということが可能になってくるわけですね。50歳を超えても腹筋を割りたいという思いが皆さんにはあるとは思います。で、それを実現するのが今言ったようなやり方なので、今すぐ完璧にできなくても今言った要素を取り入れながら腹筋運動をやってみてください。はい、頑張っていきましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。インスタなどもやってますのでフォローよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのゆうじでした。